今回は実は意外にも意外な、歴代キャラ同士の血縁関係があると思われるキャラ6選を解説していきますよ。公式では語られなかった血縁関係の秘密めちゃくちゃ気になるぜ。スカーレット姉妹が親子関係だったかもしれない説を見つけたので最後までゆっくりしていってくださいね。まずはじめに紹介するのは、藤原の母校と西洋寺ゆゆ子の血縁説です。そんなわけあるか。亡霊と不老不死という麻薬な二人に接点なんて全然ないでしょ。あるとすれば、悲しき過去ぐらいじゃん。パッと見ると全く接点がない二人ですが、しっかりとあるんですよ。まず軽く二人のキャラ設定を振り返りましょう。まず西洋寺ゆゆ子、ヨーヨー無六面ボスであり、冥界の白翼楼に住む亡霊です。ヨーヨー無の異変春節異変の主犯で幽霊を統率できる能力を持っていることから、地獄の閻魔、四季英気より冥界の幽霊の管理を任されているんだぜ。生前のゆゆ子は人間で資料を操る能力を有し、始祖の能力はやがて死を誘う能力へと変化し、本人が意図していなくても人を死に誘って殺すようになってしまった。生前のゆゆ子は自らのその能力を忌み嫌い、前期した採用が満開の時、その根元で自尽したという悲しき経緯があります。今は生前の記憶はなく、従者のヨウムと共に仲良く暮らしているぜ。二次創作で食べることが大好きで有名ですが、もちろん原作でも食べることは大好き。東方映画賞では常に各ボスを料理で例えたりしていて、ミスティに関しては食べ終えたようなことを言っています。同じ丸ピンクのカービィさんもあぜんだろうね。そして藤原の母校についても見ていきましょう。迷いの竹林に住む不老不死の人間で、東方での呼び方としては蓬莱人。父親がかぐやに求婚した異人の貴公子の一人であり、親が恥をかかされたことからかぐやを目の敵としています。かぐやが月に帰る時に残した蓬莱の薬を強奪し、それを飲んだことで不老不死となりました。母校もなかなかに苦しい思いをしてきたのね。しかし現在はかぐやが月に帰ると聞いた時には焦る仕草を見せたり、永遠帝から抜け出す手助けをするというほど、裏では仲良くなっています。めでたく不老不死同士で幸せになってくれてよかった。そんな、藤原の母校と西洋寺ゆゆ子ですが、全く関係がないように見えますよね。映画賞で会話したぐらいじゃないの？そう、不老不死の母校に対して亡霊になったらと誘ったぐらいですね。いやゆゆ子様矛盾しすぎでしょ。しかし彼女たちは紛れもない血縁関係にあります。それは元ネタから見るとわかります。まずゆゆ子のモデルについて調べていきましょう。彼女は生前はある火星の娘であったとされています。この火星の名は明らかにされていないのですが、ヨーヨー無の作中に登場する和歌は採用法師のものが挙げられます。またゆゆ子の名字は採用時なことからも明らかに採用法師はつながりがありそうだよね。実は採用法師の祖先が藤原の鎌足という裕福な武士の家系に生まれ、幼い頃に亡くなった父の後を継ぎ17歳で兵衛の城、皇室の警護兵となったんですよ。ということは採用法師の娘であるゆゆ子も藤原家の子供ってことじゃないか。そう。藤原母校とは遠い親戚ということになるのだ。いや待って、面白すぎるだろこの関係。よくよく考えてみると、亡霊と不老不死という麻薬な関係性と思いきや、二人は全く同じ境遇にある。母校は蓬莱人という不老不死、西洋寺ゆゆ子も亡霊という寿命がない不老不死でもあるんですよ。もうやだー、鳥肌ものすぎてもう訳がわからなくなってきた。落ち着けー。ちなみに藤原の母校の方がかなり年上。母校の父親の藤原の不死とは659から720年の奈良時代の政治家であり、採用法師は1118から1190年の平安末期から鎌倉初期の仮想。母校の方がだいたい400歳上ってことになるのか。実は原作でもこの年齢の差について触れられていて、なんでみんな私よりも年下なのに強いの？と言っていますよ。ふにゅ原作でもやっぱり分かっててやってるんだ。さらに、二人は奈良県に大きな関係性があるというつながりがありますね。そうか。母校の父親は奈良時代の日本の首都である平城京の平城京遷都などに尽力。ゆゆ子の父親である西洋法師は出家後、吉野山にも頻繁に訪れ、山奥で可憐に咲く吉野桜をこよなく愛したようだな。二人の父親は奈良県で大きなことを成し遂げているという共通点があるのか。藤原家の真相が怖いっす。このように実はどちらも藤原家の家系だったんですよ。さらに藤原家の真相はここで終わりではない。この話には続きがあるのだ。何々藤原家に何があるっていうのよ。実は東方プロジェクトで藤原家に関わる者は全員、何かしらで不老不死となるんですよ。ちょい待ち肉まん人。まず他にも藤原家がいるのか？誰の腹が551の蓬莱なんだよ。他の藤原家というのは、稗田明です。うにゅ？阿久というと、種族は人間で書籍や音楽作品に登場していて、有名なところではこの妖怪の性質などが書かれた幻想郷演技を書いていることだよな。そう、なぜ普通の人間が長生きする妖怪について詳しいのか疑問に思いませんか？それは転生を繰り返しているから。そうか。阿久は秘術で魂を地獄に置いて、数年後に転生するんだよな。そう、これはある意味不老不死でもあるのだ。そして極めつけは稗田明の一代目である稗田のあれは藤原の不死との別名ではないかという説があります。確か母校の親父って藤原の不死とだよな。そう、
火球とモコウは実の親子だったのだ。ルナティックタイ。このことは隠し要素としてちらほら原作で書かれていて、例えばモコウのスペルカード、藤原滅罪寺院傷は奈良にあるホッケ寺のことで、もともとホッケ寺の地には元藤原の不比との邸宅があり、不比との没後、娘の光明子、すなわち三明皇后がこれを相続して皇后宮としたようです。なるほど、モコウは不比とに立派な邸宅を譲られた恩があったのか。だから、設定上望まれないこと言っても愛してくれた恩義のある父の仇を取ろうとしたのね。実際にホッケ寺の創始者となった三明皇后は藤原の不比との三女であり、母親違いの異母前にあたる人物。このホッケ寺の境内で幼いモコウが、父親や姉、兄たちと遊んでいた光景を思い浮かべると、なんだか胸が熱くなってきますね。腹が熱くなってるの間違いで。あと、もし不比とかぐやが結婚したら、モコウの母親はかぐやだったことを考えると面白いですよね。ただそうなれば、モコウは不老不死になってなかった可能性が高いから不思議なものだな。さらに藤原家はこんなところでとどまらない。少しずれますが、藤原家の始祖である姉の子屋根は栄林の元ネタの思い金と協力して天照大神を救い出した話があります。マジで助けて栄林じゃん。妙なところで縁があるんだな。となるとモコウと栄林って裏では仲がいいのかもしれない。原作でもめったに関わりませんが、姫の敵なのに加勢することはないので、意外とそうかも。実は他にも不老不死となったもののベフトも天照大神の孫の神であるにぎはや卑弥呼との始祖なので、関わりがありますね。また二人は神秘録で出会っているから縁深いな。あと不老不死となった豊里耳の巫女の元ネタの聖徳太子は藤原の不比とが想像した人物ともされていて、ある意味親でもあるんですよ。もうここまで行くと恐怖でしかないっす。若干話がずれましたが、このように藤原家のものや関わりの深いものは不老不死になるようです。とにかくアッキュンがとんでもない人物だとわかりました。いつかこの藤原家の間で深い話が出てほしいですね。にしてもしょっぱなからコテコテラーメンすぎだぜ。まだまだ食前酒なので頑張ってください。それでは次に紹介するのは、孫美天とヌエの親子関係都市伝説です。喧嘩売ってんのかわれ。それ美天が言った意外な一言でしょ。美天と宝珠ヌエが血が繋がっているなんてありえないでしょ。だってヌエというと、あの大妖怪のヌエが元ネタでしょ。妖怪に血縁親族関係とかありえないでしょ。それがそうでもないんですよ。まず軽くキャラたちについて解説しましょう。まず宝珠ヌエは東方精錬戦の EX ボスを務めたキャラクター。正体不明を信条とし、正体不明なものに人間が怯える様子を楽しむいたずら好きな性格。地底では村佐たちと友人だったのですが、彼女らが人間である白蓮を復活させようとしているのを見て、面白くないと感じて陰ながら邪魔をします。しかし、白蓮が妖怪にも優しい人だと知るとそれを後悔。だが、邪魔された白蓮の懐の広さは迫力楼の庭よりでかいから今は妙蓮寺で受け入れられているんだよな。見た目が特徴的で、背中に青と赤の奇妙な触手が生えていますね。そんなことはどうでもよくて、やはりヌエといえば絶対領域。いや重要要素飛ばしていった方面に行くな。ニーソックスに踏まれたいと思った人はクタカの頭のひよこの数より多いでしょう。あれ一匹だけじゃなかったの？別な解説をされるので私が代わりに言うと、ヌエの触手は元ネタの大妖怪ヌエから来ているんだ。ヌエの見た目は、猿の顔にタヌキの胴体、さらには虎の手足に尻尾は蛇。なので、いろんな要素を含んでいることを表すために触手が生えているんだ。能力は正体をわからなくする程度の能力で、今の姿も本当の姿ではないかもしれない。次に孫美天について解説しましょう。美天はご存知の通り、今年の新作東方獣応援の新キャラです。ポジションとしては今作のラスボスで地獄の鬼である残夢の手先、サナエやアウンと仲良くなっていて、明るくて楽しいやつと評価されていますよ。彼女の見た目はまんま孫悟空です。これは妖怪になる前に関係があるんだよな。そう、実はとっても美人なお姉さんですが、もともとはお猿さん。しかし理由は不明ですが、猿の集団から追い出されて、おそらくその後に幽霊を食らいました。その結果猿神という妖怪になって、今があるようです。猫が怨霊を食らって妖怪になる猫股になるのと似ているな。それにしてもやっぱりこの二人に関係なんてないでしょ。それが大いに関係あるんですよ。皆さん、ヌエの体は何が集まったものでしょうか？確かタヌキの胴体、虎の手足を持ち、尾は蛇で、顔が猿。そう、ヌエは猿の要素も持っています。そしてある説では退治されたヌエは切られて摂津の川尻へ流されたのですが、四国に流れ着いてたたりを成したとか、尾は色で蛇神に、手足は土佐、泡について犬神に、そして頭は讃岐につき猿神になったとも言われているのだ。まさかのそんなところで同種だったの？そうなんですよ。と言っても血縁関係については全く関係がないんですけどね。美天は最近霊を食らって妖怪になったわけだしな。と言っても、ヌエの説から猿神が派生したとなると、妖怪的に言えば子供に当たることになるんですよ。確かにもしもそうならある意味妖怪としては子供に当たるね。そうやって考えると面白いつながりだな。妖怪らしい関係性ですが、今後出会うことがあったら見ものです。最近はキャラ同士が元ネタについて語り合うなんてことをしていますしね。ただおかんの正体が顔だなんて知るとびっくりですよ。アンパンマンの顔も妖怪になってそう。
それでは次に紹介するのは、孫美天とひなない天使の親族関係の都市伝説です。おいおい今度も美天なんだ。にしてもまた無関係そうな組み合わせだな。一体この二人が血縁という理由を教えなさいよ。ああそうかい。まずひなない天使についておさらいしておきましょう。天使は雲の上の世界、天界に住む天人であり、東方奇想天の異変の犯人です。彼女の一族は修行を積んで天人になったわけではなく、仕えていた内の一族が七位の神として祀られた際に、ひなない一族も天界に住むことを許され、天人となった。そのため不良はマントと呼ばれることもあるようですね。天使は元はチコという名前であり、天人になった際に改名していますよ。清楚感あふれる見た目に反して温室育ちで自己中心的な性格。いや反するんかい。退屈だという理由で幻想郷に地震を起こし、さらに白霊神社を自らの領地の一部としようとして八雲ゆかりの怒りに触れたこともあったりとまさに天真爛漫。憑依花では天界を一時追放されていた際に異変に関わることとなっています。そんな天使と美天は親族にあるかもしれない。それは一体どういうことなんだ？元地上生まれの天人と元お猿さんから妖怪の二人に関係なんて見当たらないぜ。確かにそう見えますよね。しかし二人とも不思議なことに元ネタは孫悟空。美天はともかく、天使もそうなの。天使と悟空の共通点は桃、天界、わがまま、など色々と同じところがあります。体が頑丈なのも孫悟空から来ていると思いますよ。また憑依花では暇だから美味しくもない祭事用のにおつまみ食いして天界に追放。これは元ネタ孫悟空が大上老君の金2の全部を頬張って、天界を逃げ出したという伝説から来ています。そもそも東方外来異変図コメントではイメージとしては最有機の孫悟空が、近いところがあると思います。と明言されているんですよ。制作者が言うなら孫悟空が元ネタで間違いないな。そして美天に関しては、まず名字が同じで頭に金の輪をつけていたり、如意棒を思わせるようないつ使うのか不明な試験管も持っていたりとデザインも孫悟空を意識している。確かに試験管武器としても試験管としても使えんでしょうに。唯一のスペルカード猿撃モンキーマジックは、ドラマ最有機の OP テーマ曲の名前から取られています。このように二人は元ネタが孫悟空であり、二人は生まれ変わりなのかもしれません。そうなると、どこか遠い親戚になるかもしれないってことだな。これってかなり不思議だよね。東方プロジェクトで元ネタが被るって。なのでもしかしたら彼女たちは遠い孫悟空の娘という可能性もないわけではないんですよ。ただテキストによると、自分のことを伝説の猿孫悟空の生まれ変わりだと吹き込まれているとされているので、ただ単にコスプレしているだけなのかもしれないんですが、あと余談なんですが、この関係性から天使が近いうちに再登場する可能性があります。というのも月と天界は実は同じ土地だから。同じってどういうことよ？天界は衛星でもあり衛星は天に浮かぶ要石が衛星なら本体は月。あと月と天界の共通点としては桃を食べる。天使も食べていたし豊姫も食べますよね。は確かに天界と月は似ているっぽいがそれがどうしたんだ？孫悟空は月と天界に関係の深いキャラ。孫悟空は桃を食べて天界から追い出された。それが天使のことだな。そして前回の10王園の過去の裏設定で言ったように、孫悟空は月の女神女神とも関わりがあるのです。なるほど、天と天が繋がったな。次回作はまた月とゴタゴタになりそうなので、このことからもしかしたら孫悟空の性質を持つ天使が再登場して何か活躍があるのかもしれないですね。孫悟空とジョーガで対決したことがあるから、次回作は地上の天真爛漫ガールズが大きく活躍するかもしれないってことね。これまた面白い考察だな。同じ孫悟空の性質を持つ二人はこれからどんな展開を見せてくれるのか待ち遠しいです。ただしこの二人は全く異なる部分があるのだ。胸が天と地の差。それでは次に紹介するのは、渡月姉妹と八坂かな子がご兄弟だったです。その説は楽しみすぎてやばい。早く教えてよ。まず彼女たちについて軽く紹介しましょう。まず渡月姉妹は東方暴月賞の登場人物。月の使者のリーダーの一人であり、金髪の姉ちゃんの方が姉の豊姫で、紫髪の方が妹の頼姫。実は霊仙の以前の飼い主でもあるんだぜ。元月の賢者である矢心栄林は師匠にして親戚。豊姫は栄林のまた甥の嫁になるらしい。また豊姫の息子が妹の頼姫とできているんですよ。その設定もめちゃくちゃびっくりだなおい。能力は海と山をつなぐ程度の能力。簡単に言うと、月と地上が行き来できるというゆかりの境界を操る程度の能力の亜種版みたいな能力だ。そして八坂かな子は東方風神6の6面ボスで、守谷神社の表向きの祭神です。威厳ありそうな感じですが、巫女の早苗からはめちゃくちゃ懐かれていて、かな子様にボケをかましたり、10王園ではかな子様の教えを守っています。意外と祖母の諏訪子よりもかな子と関わること多いよな。かな子様の元ネタは西神の剣南方神なので、子供の面倒見がいいのでしょう。素敵です、かな子様。それ別の祭神の名言や。にしてもこの3人って全く関係ないように見えるけど、なんか関係があるの？全員胸がでかいと悲しね。バレたか。冗談はさておき、実は裏ではめちゃくちゃ深い関係が公式的に書かれているんですよ。まずなぜ彼女たちが姉妹なのか？
理由を説明しましょう。かな子の元ネタの一つである八坂刀場命は海の神渡積の娘であり穂高県命の妹とする伝承もあるのです。渡積の名を持つ神は複数登場するため、その実態はよくわかっていなく、謎多き神です。また渡積は大山積が山の神であることに対する海の神であるという認識が高く、一部には山崎彦海崎彦伝承の豊玉姫の父にあたる渡積の大神が同神であるともされています。は？それってやばくないか？娘の豊玉姫って豊姫のことだよね？かな子と豊姫は実の姉妹ってことになる。そういうことになっちゃうんですよ。それを彷彿とさせる場面が東方傍月賞に実はあるのです。ああ、フェムトファイバーの組紐か。合格、OK。ゆかり曰く、豊姫の使ったフェムトファイバーの組紐は守谷神社の縄と関係があるらしい。そういえば、東方傍月賞は序盤からかな子の話が多かったけど、これが繋がっていたんだ。長いと言われる説明の裏側はこの姉妹の関係が書かれていたのです。さらに時は流れ、奥の田美代が主人公の漫画東方水鳥家にて、しっかり者のようでお茶目なかな子様が、美代ちゃんにギャフンと言わされるシーンがあるんですよ。ちょっと待てよ、ギャフンといえば、傍月賞ではたつき姉妹が最後にギャフンと言わされた。そう、明らかに偶然とは思えない伏線シーンがありこれは実は姉妹なのだという神主からの隠しメッセージなのではないかと思われます。おい、これはミスチー肌もんすぎてやばい。そして極めつけに豊姫には妹がいて、渡月より姫がいますよね。それでこの姉妹とかな子様を並べてみると、かな子のカラーが渡月姉妹と被ってる。たまたまかもですが、もしかしたらわざとこのカラーにしたのかも。これで謎多き女神のかな子とより姫、豊姫は姉妹なことから同期ぐらいの神様だとわかります。そして豊姫の元ネタの豊玉姫はイザナギとイザナミの子。イザナギとイザナミは日本を初めて作ったとされているので、縄文時代からいる諏訪子の方がかな子よりも年上なのがわかりますね。あんな可愛らしい諏訪子がどれほどヤバい神なのかよくわかったよ。それにしてもこの三姉妹にとんでもない繋がりがあったんだ。これは制作者もかなり意識しているところがあって面白いですよね。と入っても明言されているわけではないので、あくまでも考察の範囲にはなりますが、なかなか渡月姉妹は出る機会がないのですが、中央園では月との伏線が離れているのでまた登場する機会があるかもしれないので注目です。にしてもかな子様と渡月姉妹が兄弟だったなんて意外だな。豊姫は地上を行き来できるので、もしかしたらかな子様と交流していた可能性もありますよ。美人三姉妹なんて素敵ですよ。全員多分既婚者なのも魅力的ですね。美ママ三姉妹とか紳士の性癖くすぐられまくりですよ。ちょっと何言ってるのかわからないです。ちなみにお姉さん感たっぷりで、可愛らしい一面も多い三姉妹ですが、この三姉妹全員不遇を受けていました。これも血筋なのか。続いて紹介するのは、矢心栄林と伊沢よい咲夜の親子関係の都市伝説についてです。おお、これはかなり有名な説だよな。一体どんな話なのか教えてくれよ。まず栄林についてなんですが、彼女は月を作った月の賢者の一人であり、蓬莱山家具屋の従者であり先生でもあります。不老不死になれる蓬莱の薬の製作者で彼女もまた不老不死。そして栄林の子供なのではと噂される伊沢よい咲夜は高魔漢組のメイド長でレミリア・スカーレットの従者。人間なのに時を操る能力という強力な力を持っています。理由は元ヴァンパイアハンターで、レミリアに負けた後に名前を改名し、運命を歪ませた結果なのではとアキューは考察しているんだ。そんな一見全く関係なさそうな二人ですが、栄夜賞にてこの二人が親子なのではないかと噂されていました。この親子関係説が出たのは栄夜賞キャラ設定。テキストの栄林の項には、昨夜を見て大変驚くのだが、なぜなのかは栄林にしかわからない。と書かれていたから、それに加えて見た目そっくり、教え子のかぐやとそっくりなことから親子説を解いてもおかしくないぜ。何億年も生きている月のお偉いさんである栄林が昨夜を見て大変驚くということは間違いなく何らかの関係があると思うよきっと。ただこれに関しては2007年8月に放送されたインターネットラジオナイラジ DNA コミケット72直前スペシャルより制作者寸志から、言葉遊び程度のものや、答えのヒントは傍月賞にあるというコメントがなされていました。東方傍月賞の小説版には母校の不老不死になるきっかけの昨夜姫という名の神様が登場していたので、過去に因縁ある神様と同じ名の人間が現れたため驚いたという話だと思いますよ。さや姫昨夜姫は富士山で母校と岩笠らの前に現れた神様。もともとは火を沈める水の神、美しさと儚なさを携えていて、富士山の河口に住んでいる。大昔に富士山と八ヶ岳が背の高さを比べたことがあったんだが、八ヶ岳の背が高かったため自分の山より高く美しい山は許せないと八ヶ岳を砕いて低くしてしまったんだ。このことから、見た目や名前から昨夜はもともとは月界の出身なのではと言われているがこれについては違うんじゃないかな。この二人が親子関係はかなり薄いと言えるでしょう。なぜなら昨夜は別の遠い外の世界から来たから。高魔漢は幻想郷
上に最近来た組織で、もともとは遠い外の世界の住人らしいね。なので、別の次元のキャラ同士が親子の確率は非常に低いのです。ただ、昨夜は時間を操ることができて、これは空間も操れることになるので、これを駆使して、レミリアたちの世界に来たと考えるとありえなくはない。空間と時間は密接に関係しているからそう考えるとゼロではなさそうだな。また、昨夜は高魔教テキストにて10から20年人間をやっているや、東方部門式にて野球が数百年生きた人間に見えると言っていることからも元々は人間ではなかったことが示唆されているので、やはり完全にゼロではない。確かに過ぎてやばい。ちなみに現在は宮出口に乗っ取られた時に妖怪とは違って影響が弱かったからちゃんと人間らしいぜ。となると、主人であるレミリアに運命を変えられて、人間になったなんてこともありそうですね。もともと彼女はヴァンパイアハンターだった説なんかが公式で語られていますが、そうなると、東欧やロシアの伝説に登場する、人間と吸血鬼の根血のダンピールに近いと思われますよ。はてさて、この二人の関係性の真相はいかに。やはり二人は東方の重要キャラだけに深いな。この関係性はまさに都市伝説って感じで面白い部分だったぜ。妙に繋がりを感じさせられるところがあるから不思議だよな。もしこの二人が親ならエイリンの既婚者は誰なのかについてなんですが、それもちゃんといるんですよ。エイリンって既婚者なのかもしれないの？元ネタの思い金はヒルコ姫と既婚しています。そして東方プロジェクトのヒルコの元ネタはなんと驚きのエビスエイカちゃん。めちゃくちゃ意外なキャラクター来たエイカが水子の霊でありながら同時に服の神であるのは、ヒルコを元ネタとして含んでいる。モチーフか本人かは不明ですが、外来異変で神主にヒルコだと断言されていました。おそらくズン氏もこの関係性を分かってて登場させましたね。綿月さん姉妹同様、並べるとカラーリングに共通点があります。ほんまやー。ちょっとこの3人を早く合わせてやってくれよ。あくまでも元ネタから見る考察ですがね。ただ面白い関係性なので紹介しました。エビスエイカはまだ全然登場していないし、この関係の隠し玉なのかもしれないな。いつかこの辺の関係性の深掘りもしてもらいたいぜ。それではラストに紹介するのは、レミリア・スカーレットとフランドール・スカーレットは親子だった都市伝説についてです。何をよくもまあイケシャーシャーと言えたものだ。それすはこの名言ね。フランドールとレミリアは姉妹でしょ。しかも年の差もあまりないし、そもそも幼女じゃん。この二人の血縁関係は非常に複雑なんですよ。うちの優秀な視聴者さんなら大体彼女たちのことは知っていると思うので、基本的な解説は省きますが、彼女たちの年齢は500歳。500歳は妖怪にしてはかなり若い部類で、高魔教時点ならレミリアが500歳でフランは495歳なんだぜ。さっきも言ったけど妖怪といえど、この見た目と5歳差なこと考えて親子は厳しいでしょうに。人間的な意味合いでは難しいですが妖怪的な見方なら可能なんですよ。まず人間も吸血鬼も血縁主義ですが、お互いに血縁主義という価値の定義が違う。まず人間は両親からの血縁関係からできる。このため体を形成する DNA は血縁関係で似ている。故に親兄弟はどこか似ていて、遺伝的特徴が似る場合が多いですよね。しかし吸血鬼は呪術で自分で吸血鬼になるか親の吸血鬼に吸血と術で吸血鬼にすることができるんですよ。よく考えたら産まなくても、そういう秘術で吸血鬼に変えるなんてことができるよな。このことを踏まえてレミリアがフランの親である理由を紹介しましょう。結論から言うとレミリアは吸血鬼の長老、つまり最初に生まれた吸血鬼だということです。一体どういうこと？ドラキュラにはちゃんとモデルがいて、その名前はワラキア公国公ブラド3世。解釈としてはこのブラド公が人間として死んで血を吸う化け物として復活したのがドラキュラ伯爵であるという。つまりここから吸血鬼の歴史のスタートと考えるべきでしょう。そして時は流れ高魔教は2002年に発売。なので種族の始まりが520年前後となります。種族起源が520年で500歳は普通最高齢の一人と考えられますよね。つまりレミリア・スカーレットこそが吸血鬼の親なのだ。待って、その説かなり合致しているじゃないか。その説から考えてみると、高魔教テキストでレミリアはブラド・ツェペシュの末裔と名乗っていると書かれていたが、それはあらがち間違いではないのか。ズンさんはブラド・ツェペシュとは血は引いていないと断言していますが、それは当たり前なんですよ。なぜなら妖怪は人間の恐怖によって生み出された存在だから、だから血は引かなくとも末裔と言えるんですよ。これは引っ掛け問題すぎだ。わかりやすいところで言うと、先ほど紹介したヌエなんかがそうですね。実現しないのに恐ろしい鳴き声から人間が想像して作られた妖怪、吸血鬼も同じように誕生したと考えると、レミリア・スカーレットが長老であると言える。亡き王女のためのセプテッドの王女母親説がなくなりました。なので、レミリアが親がいないのは当たり前で、レミリアが親なんですよ。とんでもないこと回収してしまったな。つまりレミリアが吸血鬼の神祖である可能性も高いので、フランを妹という捉え方もできるんだよな。例えると、イオンの派生系でできたマイバスケットなんかは姉妹店と呼ばれるし、そういう
いう意味での姉妹という可能性があるって感じ。それめちゃくちゃわかりやすい。なので姉妹と言っても血が繋がっているわけではないということですよ。最初に言ったように、吸血鬼の親兄弟において必ずしも DNA の関係はなくてもいい。だから真実としてはレミリアは血の繋がってないフランの親となるのだ。レミリアは姉と呼ばせていますが、真相はレミリアがフランの親が合っているのではと思います。確かに裏ではフランはあいつと言っていて、レミリアがいる前ではお姉様に変更していることからもレミリアがそう言わせている可能性があるぜ。レミリアは自分が高貴な生まれであるとは言うけど、親に対する言及はない。原作でも二人に種族的に定和感のある個体差があるように見えます。まずレミリアは昼間でもよく活動していて、日当たりのいい日でも傘を持って出かけるなんてことは多い。一方フランドールは公式漫画の東方地霊記伝にて、吸血鬼らしく地下室の牢屋にいる方が好きだと本人が言っています。確かに、かなり個体差がある感じがあるぜ。さらに日光に当たった時のダメージ量もかなり差があるように思えますね。レミリアは太陽に当たればしっかり燃えていましたが、フランドールに関しては太陽の力と同じ場所にいたにもかかわらず、肌荒れ程度。フランの場合は人間と比べてもそこまで大差がなさそうだね。照明なんかに関してはダメージはゼロだと最近明言されました。また見た目も似ているようで、結構違っている。レミリアは吸血鬼の神祖らしくコウモリの羽だけど、フランドールは虹色の翼だよな。フランの場合はこれはどちらかというと、ドラキュラの別の呼ばれ方の竜の方を色濃く持って誕生したと思われます。東方的に言うと、古代中国人は虹という現象を空に浮かぶ竜と捉えたらしいからね。フランは竜に関係ある本命輪の正体に興味を持っていたりしていたので、やはりフランは竜の方面に近いのかも。能力的に見ても、吸血鬼というよりドラゴンに近いよ。話をまとめると、レミリアが吸血鬼の神祖であり、フランは吸血鬼の別名の竜が色濃い吸血鬼のために妹としていたということでしょう。ただ本来の言い方的にはレミリアが親という方が正しいということだな。フランドールが破壊衝動に駆られたりと安定しないのはフランドールの存在が安定していないまま幻想郷に来てしまったなんてことも考えられるね。それめちゃくちゃ面白い考察ですね。あと二つ名の幼き月というのは、レミリアが幼いのではなくて、妖怪自体が新しく幼いということを指しているのだと思われます。うわぁ、今回の都市伝説で色々面白い考察ができてしまうな。東方プロジェクトのキャラの関係の深さは底知れぬことを再確認できましたね。さて今回の授業はここまで。今回の授業が面白かったと思ったらチャンネル登録はいいので、グッドボタンだけでも押していってくださいね。また親族を作る前段階のマリサの花嫁候補ランキングも解説しているので見ていってください。それではここまでご視聴ありがとうございました。